はい、こんにちは、ラチです。今回のテーマは日本の仏像についてお話ししていきたいと思います。日本美術を語る上で欠かせないのがこの仏像の世界です。現在の文化財保護法、これの元になった法律が制定されたのも、仏像大きく、関わってきました。このチャンネルでは、西洋美術史の話を結構していって年代に分けてシリーズものでやったりしています。ですが日本美術に関してはこの西洋美術のフォーマットで語りきれないところもあるので、パーツでねお話ししています。今回はね仏像の話をしていきたいと思います。それまで祈る対象として制作されていた仏像、それが明治以降になって美術品として見られるようになっていきました。そんなね職人技をじっくりと見るために今回仏像の概要をねお話ししていきたいと思います。さてやっていきましょう。今回のテーマは日本の仏像についてお話ししていきます。今回もトピック3つご用意いたしました。まず1つ目、仏教の教えを一度整理してみましょう。仏教には陸道という考え方があって、私たちはこの6つの世界を輪廻転生しながらぐるぐると繰り返しているというのがベースとなる考え方です。贅沢に全部絵で描いてあるんですが、ちょっと細かくて分かりづらいので、図解にしてお話ししていきたいと思います。真ん中に書かれている、中心に書かれていたのは三毒と呼ばれる、煩悩を毒に例えたものを描かれています。その周りには善行と悪行が書かれています。この善行の類型と悪行の類型によって私たちがこれから死んで輪廻転生した後に行く道が決まるそうです。現在私たちは人間道に暮らしていますよね。で、悪行がたくさんあったらこの地獄道に行ったり餓鬼道に行ったりしてしまいます。逆に善行をたくさん積んでいると天道に行ったり阿修羅道に行ったりとかっていう風にぐるぐると回っている世界観になっています。陸道は、程度は違えどそれぞれ苦しい迷いの世界とされているんですね。仏教はこのぐるぐるした陸道から抜け出そう、快脱しようという教えになっています。そのためこの円の外側で私たちを待っている如来や各ブロックで私たちを導いてくれる菩薩様などが仏像として登場していきます。日本の仏像には4つランクがあります。一番上が如来、菩薩、明王、天部となっています。ちなみに、神像とか高僧像っていうのも時折見かけることがあるんですね。これは日本の歴史上神仏集合っていう時代がありましたので、本来、偶像礼拝しない神道でも、仏像のように、仏様を作るっていうことがあったので、美術品として時折鑑賞することができるんじゃないかなと思います。それぞれのポジションはこんな感じです。私たちが今現在生きているのがこの陸道の世界、その中の人間道ですよね。この陸道の外側にあるのが仏界、そのうちのとっても清らかな場所、浄土に住まわれているのが、如来です。そして菩薩様っていうのは陸道のそれぞれに行って私たちを導いてくれる存在になっています。明王は如来が憤怒した姿、如来がブチ切れた姿です。密教に登場してきます。そして、天っていうのはこの天道に住まわれている、神様ですね。おおよそヒンドゥー教とかバラモン教とか、仏教じゃない神様が、天道にね所属していたりとかする感じになっています。こういったさまざまな仏様が私たちを導いてくれるわけなんですね。トピック2つ目では詳しくどんな仏様がいるのかっていうのをご紹介していきましょう。まず最初に如来です。如来はここで5つ紹介していきたいと思います。まず最初、一番ベースになっているのは釈迦如来です。お釈迦様は仏教の開祖、始まりの人物として実在した人物です。およそ今から2500年前、現在のインド北部に生まれた、もともとは超お金持ちのお坊ちゃまでした。お金持ちといっても悩みあります。人々は病気とか老化や死の苦しみから逃れることはできない。どうしたら逃れられるんだろうと悩み、修行に行くことにします。6年の修行を経て、ついにお釈迦様は真理にたどり着くんですね。それは人生とは苦しみであるという先ほどの陸道の考え方でした。
室生寺の釈迦如来坐像とかは結構ね、その如来様の特徴をよく捉えているのではないでしょうか。結構質素な身なりで陰相と呼ばれる手の形ですね。右手のセムイーン、説法を聞く人々の恐れを恐れなくていいよと取り除く。そして左手の予願印、人々が願うものを聞きますよと与えている。そんな意味が込められているそうです。また悟りを開く前のお釈迦様の姿として誕生釈迦如来立像、涅槃仏像、これはお釈迦様が亡くなる時、入滅する時の姿を描いています。ちなみに仏像の名前ってめちゃくちゃ長いんですけど、分解していくと理解できるんじゃないかなと思います。お寺の名前があって、お釈迦様の名前がある、仏像の名前がある、そして、ポーズが、時折ねあります。座像だったり立像、そして半跏像、私有像は、考えてますよっていう、こういうポーズとかこういうポーズとか、形はいろいろあるんですけど、私有像っていうのがあります。で涅槃像ですね。三尊像、菩薩を2体連れているっていう像もありますので、三尊像なんていうのも、時折登場していきます。阿弥陀如来は平安時代に流行した浄土教で見られる仏様です。阿弥陀如来様が迎えに来てくださる。南無阿弥陀仏って言いますよね。自分を呼んでくれたものを、極楽浄土へ誘う。そんなね、如来様です。浄瑠璃寺の阿弥陀如来坐像が、結構ね、阿弥陀様って感じの仏像なんじゃないでしょうか。あとは平等院の阿弥陀如来坐像。またですね、面白いところで言うと、五光四唯阿弥陀如来像っていうのがあります。ものすごいね、螺髪がどでかいっていう像になってるんですね。これは何を表しているかというと、阿弥陀様が修行時代、長い間私有、ずっと考えてたっていうことを螺髪で表現するっていう、仏像になっています。日本に伝わってきた大乗仏教によりさまざまな如来が登場してきましたが、中でもこの薬師如来は最も大衆の信仰を集めた如来様ではないでしょうか。病気を癒す如来様ということで、薬壺と呼ばれる薬壺を持っているのが特徴かなと思います。例えばですね、薬師寺にあります薬師三尊像なんかが、有名どころじゃないでしょうか。あとは神護寺にも薬師如来立像があります。大日如来は密教における絶対的存在としている如来様です。大日とありますが、太陽のように世界を照らすっていう如来様です。すべての如来、菩薩、天などは、すべてこの大日如来様から、生まれた、大日如来が姿を変えたものとされているそうです。結構ね、他の如来様と比べると、装飾がね結構されているっていう、違いがあるかなと思います。例えば興福寺にある、大日如来坐像ですね。これはこうさっきの釈迦如来とか阿弥陀如来に比べると随分と、装飾、身なりがね豪華になってるんじゃないかなというところです。あとは、奈良国立博物館が所蔵している大日如来坐像、大日如来のね有名な、仏様になっています。奈良の大仏で有名なのがルシャナ仏、ビルシャナ如来です。ポジションとしては釈迦如来より上位互換にいるんです。ルシャナ仏は宇宙にいます。宇宙をあまねく照らす存在として、鎮座されているようで、宇宙にあまたある国それぞれに、このルシャナ仏が釈迦如来としてね現れるっていう存在だそうです。ということで、それぞれ個性的な如来をご紹介してきました。続いて菩薩です。菩薩っていうのは、如来様はすでに悟りを開いている人で、まだまだ修行中っていうのが菩薩です。如来と比べると装飾品が結構多いこと、そしていろんなところに配置されているよっていうのが菩薩の特徴になっています。いろんな菩薩様がいるんですけど、今回こちらをねご紹介していこうかなと思います。まず一つ目に観音菩薩です。一口に観音菩薩といってもいろんな姿があるんですね。幅広い人々の願いを叶えるために33の姿に変化する、もう救いたくてしょうがないっていうのが観音菩薩です。有名なところで言うと千手観音、
1000本の手のひらに一つずつ目が入っていて、それぞれでね手を差し伸べたり見守ってくれたりっていう千手観音。あとは11面観音、11の顔であらゆる人々を見守っていますよ、見守り続けていますよっていう11面観音があったりします。如意輪観音は2つのシンボルを手に持っています。如意宝珠は無限に願いを叶えてくれる。そして法輪は煩悩を砕いてくれるよというものです。観音菩薩は、美術品としても結構細かく制作されているので、見てて面白い仏像になるんじゃないかなと思います。弥勒菩薩は釈迦如来が亡くなってから55億7000万年後に如来になるっていうのが、弥勒菩薩様です。ですので仏像としては、菩薩として、彫られているもの、そして弥勒如来として彫られているものがあります。有名なところで言うと中宮寺にある、菩薩半跏像、これがミッキーマウスみたいで可愛いですよね。かつて弥勒菩薩だとされていたんですけど、今はね観音菩薩だという分類になっているそうです。弥勒菩薩は結構半跏思惟像として制作されているものが、目につくかなっていうのが、私の感想です。また平安時代以降は菩薩としての姿ではなく如来、弥勒如来像として、制作されることも多かった、そんな、弥勒菩薩です。地蔵菩薩は陸道をめぐって苦しむ人々を導くよという菩薩様です。ちょっとねイラスト屋のイラストがお地蔵さんのしかなかったんですけど、これはですね、日本の民間信仰の中の道六神と融合してしまって村の守り神として疫病とか悪霊から守るとされて親しまれていたのが由来になっています。仏教の世界では、例えば災いを取り除く法義を持って予願院という人々の願いを叶える意味を示している印相をしているっていうのが、地蔵菩薩の特徴かなと思います。文殊菩薩と普賢菩薩、この2つは釈迦如来の脇侍として祀られていることが多い菩薩様です。単体としてもよく見るんですけど、釈迦如来の三尊像としてねこの2つの菩薩様が見られるかなと思います。実在の人物がモデルとされていて、獅子に乗っている文殊菩薩は地を司る菩薩様、そして象に乗っている普賢菩薩は行、行いを司る菩薩様になっています。日光菩薩、月光菩薩は結構セットで制作されることが多い菩薩様です。薬師如来の脇侍にいて、三尊像として、制作されることも、よく見かけます。それぞれ日輪とガチ輪っていう丸いやつを乗せた蓮の枝を持っているというところです。まだまだ菩薩様いっぱいいるんですけど、この辺をね、ご紹介していきました。続いては明王です。明王とは、如来が憤怒した姿。如来様がブチギレるとここまで下がるんですね。密教特有の考え方であって、日本では、密教伝来以降にこの仏像っていうのは制作されています。反仏教的な人々を強制的に従わせるために、このようなお姿になっているとされています。今回はですね、五大明王とされているこの5つのものと、あと愛染明王、この6つをご紹介していきたいと思います。まず1つ目に不動明王です。密教の最高地である大日如来が姿を変えた姿、これが不動明王です。天地眼と呼ばれるこの目の開け方、こっちが目開いててこっちが目閉じてるっていう、右目を天に向けている、左目を地に向けている、これが平安時代中期以降の像に見られる姿になっています。高山寺明王は阿宿如来と呼ばれる如来様の怒りの姿です。司馬神とその奥様を踏みつけている姿として時折仏像で見られるかなと思います。密教の大日如来に従わないからという理由で司馬神を踏みつけているんですけど、結構大胆なことをする明王様かなというところです。金剛夜叉明王は空成就如来の化身とされています。3面ある顔のうち正面は5つ目をしています。
これは仏教の敵に睨みを利かせているという意味が込められているそうです。グンダリ明王は宝生如来の怒りの姿です。グンダリっていう言葉あんまり聞き慣れないんですけど、サンスクリット語の、クンダリから来ているようで、意味としてはとぐろを巻いた蛇っていう意味ですね。その名前からも分かるように、仏像としては蛇がぐるぐる巻きに描かれているっていうのが、このグンダリ明王の特徴かなというところです。大徳明王はその名の通り大きな威力の特性を持つという意味です。阿弥陀如来の憤怒した姿とされています。時折水牛に乗った姿で制作されることも多いのですが、水牛っていうのは泥水でも陸地でも自由に歩けることから、地獄から天界まで行き来できるっていうことを、このね水牛で表現しているということだそうです。愛染明王は恋愛とか家庭円満などを司るとされています。というのも密教の世界って煩悩っていうのを悪いものだと一概に捉えていないんですね。煩悩を悟りを妨げる悪だと捉えているのではなく、むしろ煩悩や愛欲といった、人間と切っても切り離せないこの欲望の本能っていうのは向上心として糧にできる、そういう考え方のもと、密教っていうのは作られているそうです。さて、明王もめちゃめちゃ個性的でしたね。続いて天武です。仏教以外の、異教の神々っていうのがここに所属しているかなと思います。例えばバラモン教とかヒンドゥー教の神々などが、明王の下に位置づけられているというところですね。陸道のうち天道で住まわれているということなので、神ではあるけれど悟りに至ってないよねということでこの辺に位置づけられているのかなというところです。ここに所属している神様たちは200種類以上いると言われているんですけれども、それぞれ共通点もなくかなり個性的な神様が揃っています。その中でもね、今回これだけご紹介していきたいと思います。まず一つ目、帝釈天ですね。もともと古代インド最強の神インドラです。金剛掌を手にして毒竜と戦い、雨水を注いで大地を潤す神だそうです。結構すごい神様ですね。なんですけど、仏教の世界ではこのランクのね4つ目にいるというところですね。梵天様と合わせてこの帝釈天が天部の中で一番最高位とされています。梵天様はバラモン教の最高峰ブラフマーであり、宇宙の創造神とされています。結構すごい神様ですね。なんですけど、仏教の世界ではこのランクのね4つ目にいるというところですね。もともと実在した人物がモデルになっているということだそうで、その人物は釈迦如来に仏教を広めなさいと勧めた人物だということだそうです。毘沙門天ですね。日本では七福神の一つとして知られている神様かなと思います。もともとはヒンドゥー教の財宝福徳を司る神様だということだそうです。また戦闘の神様でもあるため、この毘沙門天の仏像っていうのは結構ね武装していることが多いかなと思います。金剛力士です。東大寺南大門にある金剛力士像が結構有名な仏像になるんじゃないかなと思います。金剛力士は仏教の守護神です。ほとんどは大門などに2体一対で安置されているかなというところです。手に持っているのは金剛書と呼ばれるものです。金剛書を持つ者という意味で金剛力士と言われています。続いては八部衆です。もともとは古代インドの鬼神鬼だったんですね。ですが釈迦如来から教えを受けて仏教を守る守り神、守護神となったのが八部衆です。名前の由来は8つの種族っていうところから八部衆と呼ばれています。ですので姿も8つあるのですが、仏像として有名なのはアシュラの姿をしたこういった戦闘神ですね。これが八部衆になってくるかなと思います。この四天王は帝釈天に仕える4人の神様ですね。多聞天っていうのはこの毘沙門天と同一です。増長天は生きながらせるものという意味。そして光目天は
あらゆるものを見通す知恵を持っているとされています。そして時刻天、これは、国を支えるものというこの4つの神様が四天王と呼ばれています。千手観音の従者たちが28部衆です。33間堂にあるものが有名ですね。一つの神がそれぞれ500の眷属を従えます。中にはこれまで紹介してきた梵天、帝釈天、金剛力士、八部衆なども含みます。というところで、主なものだけですけれども、ざっとご紹介してきました。さてトピック3つ目です。変化の歴史、押さえておきましょう。この仏教の教えは日本に伝来してきてからも少しずつ日本史と密接に関わりながらマイナーチェンジをしていきました。それも仏像に反映してきているので、日本史と合わせながらご紹介していきたいと思います。仏教が日本に伝来してきたのは、諸説ありますが552年とされています。朝鮮半島の百済、清明王の使者が仏像や経典など日本の金明天皇に報じたことが、日本仏教の始まりとされています。日本史的にはこの後、仏教に賛成だった蘇我氏、そして反対だった物部氏、この対立が何年も何年も繰り返してきました。そんな中でも聖徳太子が593年法隆寺を建立したり、また蘇我氏が飛鳥寺、畑氏が広隆寺などを建立していました。飛鳥文化に制作された仏像の特徴をまとめてみました。全体的に中国の北魏様式が採用されています。その北魏様式っていうのは京人形、アーモンドアイと呼ばれている目の形とか大きな花、アルカイックスマイルなどが特徴的です。アルカイックスマイルに関してはこのチャンネルではギリシャローマ文化を扱った時にご紹介しているのでよかったら見てみてください。そして左右対称な右衛門もこの時代の特徴です。またこの時代の仏像は正面から拝むっていうことが基本とされているので、後ろがあんまり彫られていなかったりとか、すごく平面的でぺったんこな仏像っていうのが特徴的かなと思います。顔の表情からもこの仏教の厳しさっていうのを教えている、そんな仏像があるかなと思います。飛鳥寺の釈迦如来像で、これがすごく特徴を捉えている、この時代の特徴を捉えている仏像かなと思います。白鸚文化は飛鳥時代の後期を指します。645年大化の改新などを通じて天皇中心の中央集権国家っていうのがどんどん整備されていって、並びに仏教が国教化していきました。地方豪族たちも続々と寺院を建立していって、合わせて仏像の数も増えていった、そんな時代になっていきます。仏像の形も少しずつ変化していきます。中国の隋とか唐の様式に見られるような表情も現れてきました。童顔、童形、そして若々しくふっくらした姿、豊かな表情っていうのが垣間見えるかなと思います。代表的な、この時代で代表的な仏像といったら覚林寺にあります清観音像。さっきの飛鳥文化と比べると随分とふっくらとした表情が見えるんじゃないかなと思います。あとは中宮寺にあります、菩薩半跏像。さっきもねご紹介しましたけど、これも白鸚文化を象徴する仏像になっています。あとは興福寺仏塔などもご紹介していきたいなと思います。これが災害によって頭しか残っていないんですけど、特徴的な仏像になってるんじゃないかなと思います。天平文化は奈良時代の文化を指します。奈良時代たった74年しかないのですが、それでも、仏像としては大きく発展していきました。それは鎮護国家の思想っていうのが背景にあります。仏教によって、国家を安泰に守ろうっていう考え方が仏教を大きく支えていったんですね。様式としては中国の、唐の影響を受けています。また南都陸州によって結構この時代仏教が、学術的な研究対象として見られていました。その仏教が、国の庇護を受けながら大きく成長していきます。仏像としても結構写実的に生まれ変わっていきました。細かい表情も実現していきます。また自由な動き、例えば東大寺にあります、四天王像、結構細かく彫られてるんですね。興福寺にあります阿修羅像、これもこの時代に押さえておきたい仏像の一つです。
天平文化で押さえておきたいのは製造方法です。それまで金銅像とか木造、木で作った仏像が多かったのですが、この時代から塑像とか乾漆像なんていう製造方法で作られた仏像も見られるようになってきました。乾漆像ってあんまり聞き慣れないですよね。なので製造方法をここで押さえておきましょう。まず一つ目に金銅像です。仏教伝来してきた時に主に制作されていたのが金銅像でした。ろうをマスターにして、でそこから型を取って、でその型に銅を流し込むっていうのが金銅像の製造方法です。これと木造、木で作った木で彫った像っていうのが主流だったのですが、天平文化になってくると乾漆像とか塑像が登場してきます。塑像は粘土細工です。藁をね軸にして、その上に粘土をペタペタと貼っていくっていう作り方になっています。脱褐乾漆像っていうのはまずベースで粘土で作ります。その上に麻風を漆で塗ってペタペタと貼っていく。乾いたら背中から切って粘土を取っていくので、結構完成品は細かく描写ができるんですけど、とっても軽いっていうのが脱褐乾漆像の特徴になっていきます。そしてめっちゃコスト高いです。奈良の後期になると木心乾漆像っていうのも登場してきます。これは木を元にしてで漆でやるという製造方法です。最後にこれ木取らないので漆が薄くていいんですね。なので、コストがねそんなにかからないよっていう製造方法になっています。この後平安時代になっていくと一木作りや寄木作りっていうのも登場していきます。一木作りはその名の通り一本の木で彫刻してやっていく方法です。失敗が許されないので結構緊張感があるっていうのがこの一木作りの特徴になっていきます。寄木作りはみんなで作れるので量産できるっていう作り方になっています。また中身をねくり抜いていけるので結構軽くね製造できるっていうのも寄木作りの特徴になっています。この6つがおおよそ仏像の製造方法になってくるかなと思います。年表に戻りましょう。奈良時代の天平文化が終わって次は平安時代、前期を指すのが公認上岸文化です。平安時代は一木作りが盛んに行われていきました。それは木の霊的な生命力っていうのを仏像に宿らせようっていう目的があったんですね。これは空海らがもたらした密教の影響です。真言宗や天台宗、これらは当時の貴族を中心に勢力を拡大していきました。この時代の仏像は結構密教の影響を受けているかなと思います。柔らかい顔つきだとか丸みを帯びた顔、例えば神護寺にある薬師如来立像、柔らかさっていうのが受けられる仏像になってるんじゃないかなと思います。また衣紋も特徴的です。本場式という大小のリズミカルに言っているっていうのが、この時代の特徴になっていきます。室生寺の金堂釈迦如来立像、顔の表情もね密教の修行の厳しさっていうのを表しているんじゃないかなと思います。国風文化は平安時代の後期を指しています。この平安後期になってくると阿弥陀如来が登場してくるんですね。現世でご利益を受けるのではなくって極楽浄土、つまり死後に恩恵を受けるっていうことを目指した、それが浄土教。この浄土教が広まった影響が仏像にも映っているかなと思います。11世紀に頻発する災害や治安悪化の影響、これらは阿弥陀様の信仰をさらに高めることになりました。国風文化は名前の通り日本独自の様式が採用されています。和様って呼ばれているんですけどね、穏やかで繊細な表情っていうのがこの和様の特徴です。節目がちで慈悲に満ちた表情っていうのも見られるかなと思います。密教の一木作りと違ってこの時代寄木作りが多く採用されました。この寄木作りによって仏像の制作が大規模化、量産化が実現されるようになっていきました。鎌倉文化になってくるとまた様式が変わっていきます。今までの鎮護国家や貴族救済のものと違い、今度は民衆が信仰する仏教として発展していった。
それが鎌倉新仏教だったんですね。6つの仏教を指しているのが鎌倉新仏教。そのうち3つは浄土信仰を基本とした浄土宗、浄土真宗、自宗です。法華経を正しい教えとするのが日蓮宗。臨済宗と曹洞宗は座禅によって悟りを目指すっていうのが基本になっています。これは仏師を中心に支持されていきました。東大寺南大門にある金剛力士像、これがこの時代に制作された仏像になっていきます。かなり力強く写実的な描写だっていうのが現れているかなと思います。またこれらと違って肖像彫刻、構想とかも結構増えていった時代になるかなと思います。玉眼と呼ばれるね、目にね水晶を入れているっていうのも特徴的かなと思います。鎌倉文化の仏像はより大規模化して、そして巨大化にもなっていきました。肉体も細かく描写できるようになっていきます。またこの時代の仏師といえば運慶と快慶です。多くの仏像を制作していきました。ということで、年代で見る変化の歴史、ご紹介していきました。さて、日本の仏像をご紹介していきましたけど、いかがだったでしょうか。今までね、仏像って何を見ればいいかわからない、どうやって見たらいいかわからないっていうところあったと思います。私もね、今まで仏像ってどうやって見たらいいかわからなかったんです。ですけど、明治以降美術品になっていた仏像、それまでは信仰の対象として制作されていたんです。なので職人技がギュッと詰まったものが仏像だったんじゃないかなと思うんです。なので仏教を知る、仏教の伝来を知る、どう変化していったのかを知ることで仏像が、見えてくるんじゃないかなと思います。それまでの日本の仏像の考え方って西洋と全然違うんです。西洋の芸術家って結構個性的な絵をたくさん描いてたじゃないですか。それが歴史に残っている。だけど日本の仏像っていうのはこの仏教の教えを忠実に再現しているよっていうところが、魅力のポイントなのではないでしょうか。だから仏像を見るときは仏教を整理することとっても大切だと思うんですね。この細かい職人技、仏教の教えを忠実に再現した職人技が美術品にまで押し上げていった。この歴史を見ていくとまた仏像面白いんじゃないかなと思います。ぜひコメント欄でね、感想を教えていただけたら嬉しいなと思います。こちらのチャンネル美術の話していきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。